こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛らしいイラストですよね。ペニーさんの作品でタイトルは空と空。オリジナル作品で、これは私のおばあちゃんの家にいた空くんというワンちゃんを描きました。ちなみに犬種はパグとシーズーのミックス犬です。この子はもうお空に行ってしまった子で、空からいつも見守っているよというメッセージ性や、この子の儚さや可愛さを自分なりに表現できたと思っています。背景の空がどうしても描くのが難しくて、アイビスの素材を使った結果、空だけ浮いているような感じがしてしまった点や、花や蝶に動きがなくて躍動感がないこと、そして犬の毛柄の表現の仕方がわからなくて少し雑っぽくなってしまったこと、陰影が全く目立っていないところを添削していただきたいです。将来的にペットイラストの依頼を受け付けたいと思っているので、動物を描く際のコツやアドバイスを教えていただきたいです。斉藤直樹先生、どうかよろしくお願いします。ということで、はい、ペニーさん、添削のご応募ありがとうございます。パグとシーズーのミックス犬ですか？はい、可愛いですね。僕はですね、あんまり犬のイラストを描いたことがないので、そこまで詳しくね、犬に特化したような解説ができるわけではないんですが、ベニーさんが気にされている花や蝶に動きがなく躍動感がないこと、それと犬の毛並みの表現がわからなくて少しね雑っぽくなってしまったこと、この辺をね中心に今回は添削を進めていければと思っております。はい、特にですね、毛並みの表現って実はね結構難しいと感じてしまっている人多いと思っていて、これはですね明確な理由があります。これに頼りすぎてしまうと結構ね毛並みが描けなくなっちゃうんだよなというポイントがあるんです。その点についてもね詳しく添削を通して解説していけたらと思います。それでは早速いってみましょう。まずですね、躍動感という点を気にされているんですが、このイラストがねパッと見なんか硬い感じがするなと思うのは、全てのものがね正面の印象で描かれているからです。はい、この犬もですねこの正面で描かれていますし、あと蝶々もね正面ですよね。ちょっと傾けてはいますが正面で描かれています。多分どっちもこれ左右対称ブラシで描かれてるのかな。だいたい左右対称で描いてから、多分ねこの体の傾きとか、あとは耳の傾きでその印象をちょっと和らげているみたいなね描き方なんだと思います。あと鼻もね、ちょっとこっちを向いていますが、だいたい正面なんですよね。はい、このように犬も正面、蝶々も正面、花も正面っていう風に全部正面で描かれているので、そのおかげでね躍動感はそがれてしまっているということがあると思います。ただね、これはこれで良い描き方ではあるんですね。なんでかっていうと、全部を正面で描くことで画面に対するね圧は増えるんです。不自然ではあるんですが、その分印象的にはできる、そういう利点もあるので、こういう描き方もあるよということは覚えておいてください。より自然さを取るか、それとも不自然でもいいから画面に対する圧を高めるのかというのは作者さんの選択だと思いますので、ここはね好きな方を選んでください。今回は躍動感を気にされているということなので、パグシーズーのソラちゃんも含めてですね、自然な躍動感を追加していく方向で添削をしていきます。はい、ということでまずはですね、このソラちゃんに角度をつけていってみましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。すいません、ちょっとですね犬にそこまで詳しくないっていうのと、あとパグシーズーってねそもそもミックス犬なので、ミックスってパグが強く出るのか、それともシーズーが強く出るのか、割とランダムなところがあって、結構ね角度を変えようとするとどうしても元のソラちゃんの顔とは印象が違ってくるところがあると思うんですが、そこはねちょっとご了承ください。はい、実はですね近所にパグがいて、パグの印象が僕の頭の中にこびりついてるので、多分ねパグの方が強く出ちゃう気がしてるんですよね、僕が描くと。でですね、ここはちょっと悩むんですが、どうなんですかね、パグシーズーって目はどうなってんだろう。パグってですね目ん玉が結構飛び出てるじゃないですか、ボコーンって。なんかそのせいで結構ね草とか木とかに目ん玉がぶっ刺さって、パグってね目を怪我しやすいと思うんですが、でもね一方で飛び出た目ん玉が可愛いと思うんですよね。ちょっとね目力強めにしてみてもいいでしょうか。はい、やってみます。はい、こんな感じ。なんかねこのまん丸の目が愛らしいなと思っております。あとですね、画面に寒色系が結構多くて暖色系があんまりないのがちょっと寂しい印象につながってる気もするので、少しだけね暖色系を足してあげたいんですが、これねベロがね先っぽだけ出てるのが可愛いと思うので、あれをね描いてあげてもいいと思います。やってみましょう。
はい、こんな感じ。あとですね、目線が上を向いたので、頭もね、もうちょっと見えている面積が減るはずです。頭と耳の角度も調整してみましょう。やってみます。顔の角度少し上に向ける感じに修正してみました。さて顔の角度を上に調整したので、陰影も角度に合わせて調整してみましょう。頭の上の部分はもう少し明るくしてあげてもいいと思うので、少しね光を足してあげます。さらに顎の下にもね影をいくらか落としてあげましょうか。やってみます。こんな感じです。さあ、今日の添削のポイント、ここからです。これね、結構悩んでいる方多いと思うんですが、犬とか猫とか獣系のね、こうケバケバした毛並みをどうやって表現するのか問題。これね、割と多くの人がやりがちな描き方として、この作者さんもそうなんですが、ケバケバをね、線で全部描くというのがあると思うんです。はい、最初の状態見ると分かりやすいかな。はい、このアウトラインもそうですし、あとね、質感つける時もこう毛並みをね、こうシャッ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 と線で描いてるでしょ。これがね、全然悪いというわけではないんです。でもね、これどっちかっていうと結構硬い印象になります。なので硬い印象を表現したい時、つまりこう荒々しくて獰猛で強い犬を表現したい場合には、むしろねこのやり方をするのが正解だったりします。例えばね、銀河流れ星銀、これね犬の漫画なんですが、はい、こちらですね。これ漫画というのも当然あるので、ケバケバを線で表現してますよね。こういうねこう荒くれ者の犬を表現したい場合には、質感を線で全部表現するっていうのは表現としてハマるんですが、こう可愛くてねプニッとしたような、見た時に可愛いみたいな、そういう印象を強めたい場合には、あんまりですね質感を線で表現しきらない方が柔らかい毛並みを表現しやすかったりするんです。これですね、線と影とで役割分担するのがいいんですね。完璧に分けるというよりも、立体感は線で描く、質感は影で描く、で立体感にちょっとかかってくるような質感はここはね線で描くみたいに、立体感と質感の役割を線と影とにこう分散させてあげるんです。はい、まずは線やってみましょう。はい、まずはですね線を整理してみました。次は線で描かれた質感をなめして、ちょっとね滑らかにしていってみます。こうです。はい、こんな感じで、これだけだとなんかちょっとこうつるっとしすぎてしまって、質感が足りないな、物足りないな、もっとモフモフ感欲しいなってなるじゃないですか。そこで今日のポイント、この光と影のこの間の部分、ここの形をですねケバケバさせるんです。こうすることでですね、実は動物の質感って一気にモフモフしちゃうんですよ。はい、やってみますね。えい。でちょっと物足りないな、立体感もうちょっと欲しいなというこの部分に、線と影の中間のようなね調子を付け加えていきます。
はい、どうでしょう。質感がねプラスされてモフモフ感高まりましたよね。パッカ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 ね、線でケバケバ感をプラスするよりも、線ではねあんまり質感を描かずに影と光の境目の塗り分けでケバケバ感を追加した方が、なんかこうふわっとした柔らかい毛並みが表現できるのがわかると思います。これねぜひ取り入れてみてくださいね。さてソラちゃんはこのぐらいにして、次は背景の添削いきます。背景はさらっといきますね。まずこの蝶々なんですが、蝶々はですねそこまで目立たなくてもいいかなという気がしています。かなりねインパクトがある入り方をしてるんですよね。はい、自然に直してみます。こうです。はい、こんな感じですね。添削前はですね、正面に窓ガラスがあって、なんかそこにこうペタッと止まっているような、そのぐらい正面で描かれていたんですが、ちょっとねこの角度はなかなかありえないと思うので、もう少し自然に見えるようにこうふわっと飛んできて、でそれにソラちゃんが気を取られているみたいな感じにしました。はい、これですね何度も言いますが、あえて不自然な角度に描いている場合には全く問題ないです。なんか例えばですね、なんかこういう美術の授業で自画像みたいな描く時ってあるじゃないですか。顔ドーンと正面で描いて、でなんかその横にねこう私と関係があるこうモチーフとかでこう蝶々を描いて、あとはなんかこうカエルとかなんかエビとかちょっとこれはひどすぎるか、これ何でもいいんですが、この絵で言うとなんかこういう気境とかね、なんかこういうお花とか描く場合あるじゃないですか。そういうのをやりたい時には全然この構成で全然構わないと思います。今回はね自然な躍動感を出す場合にはこうした方がいいという提案をしているということを忘れないでくださいね。さあそれでは青空描いていきましょう。今の状態は雲が上に配置されている状態なんですが、2つの理由でこの雲は下に持ってきた方がいいかなと思います。はい、なんでかっていうと、1つ目の理由はこれは単純にこの下に書いてある気境がですね青空の色と重なってしまって結構ね見えづらくなってしまっているっていう点です。空の青と気境の青が重なってしまうと単純に見えづらいので、一旦雲を挟んで気境が見えやすいようにしてあげてもいいと思いました。でもう一つの理由はワンちゃんが上を向いているので、どちらかというと雲を下に持ってきて上をねこうガバーッと開けてあげた方がなんかね意識が上に向いている感じが出るかなと思うんですよね。はい、この2つの理由でちょっとね雲を下に持ってきたいと思います。こうです。こんな感じ。それとお花だけだとちょっとね色味的に寂しいかなと思うので、もう少しね葉っぱとかを描いてあげて色味を足してあげるのも効果的だと思います。若干下の部分にね草を描き足してあげます。はい、こんな感じですね。あと角度の問題として、若干お花もですね正面向きすぎていて、これも少し不自然感を感じ取ってしまうので、もう少し角度をつけたやつも描いてあげてもいいと思います。やってみます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。ちょっとね、横長なので、並べるとちっちゃいですね。切り替えて見比べてみましょうか。はい、こちらがビフォー。そしてこちらがアフターです。はい、こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ちょっとね顔は変わってしまいましたね。ごめんなさい。はい、今回はですね珍しく動物の絵の添削だったんですが、特にですね毛並みの表現についてポイントを紹介してきました。ついつい全部をね線で描こうとしてしまいがちなんですが、そうするとですねちょっとこう荒々しくなりすぎてしまって、柔らかい毛並みプニッとした感じっていうのはね表現しづらくなると思います。パグってね結構触ると毛がですね意外と硬くてこうバサバサしていて、しかもめちゃめちゃ毛抜けるんですよね。なんか実は短毛種なのに割とその辺が大変
そうなんですが、ミックスってなるとどうなんでしょうね。チーズだと毛が抜けないんですかね。なんかね、もうちょっと柔らかそうになるようなイメージがありますよね。自分が描きたい硬さ、柔らかさによって毛並みを線で表現するのか、それとも光と影の境目の塗り分けによって表現するのか、これをね選んでみてくださいね。それと今回は正面顔のことについてもね言及しましたが、正面顔しか描けないんだよね。なんか他の描くの難しいんだよね。で悩んでいる人も結構多いと思います。そんな時にはこちらの動画、悩み解決、正面しか描けない、その原因は〇〇ですをご覧ください。問題解決の一つのヒントにしていただけると思います。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。